韓国ソウル地下鉄三岳地駅。着いた着いた。いやーもうほんま暑い。最近めちゃめちゃ暑いってことで今日行くところはこっち。はは、なるほど。ドラゴンヒル43ってことやな。どうかこの辺は43具か。ドラゴンの日にもやられてまう。地下鉄の駅出てまっすぐ行くんやけど、えっちゃ額縁。そこからちょっと歩いて見えるのも額縁。そのお隣さんも額縁。首を伸ばしてみても額縁。特殊額縁製作。はあ、作ってくれんのか。ここだけの話、私銀の盾っていうのをもらう予定なんです。この時点ではまだ韓国には到着してないんですけどね。額縁必要ちゃうかな。だってそれこそ特殊額縁やからな、これは。特殊な牛がおるわ。だって自転車乗ってんの。穴場やって。日本の居酒屋かしら。とりあえずもう少しまっすぐかな。なんやこれ。半額地アパート開発事業推進委員会ってことは、この辺再開発入るってこと。この辺ビルたちも低くてええ感じの雰囲気やななんてふうに思っててんけど、一つだけ窓ないやん。まずここ再開発やで。ジャッキーチェンのガラスアクション取られへんで、こんなんやったら。でもこの一体ってことなんかな。便利になんのはええねんけど、寂しさもある。にゃにゃお。そんな気持ちでも猫はこっちを見て笑ってる。地図見るとここを入っていく。よし行こう。なんか雰囲気ええで。主食飲んで食べる。俺のことやないか。なんかこの辺一軒一軒おしゃれな店多いな。カフェとかレストランとか。ジャパニーズフュージョンダイニング、チョイダイニング。社長のお名前チェさんかな。メニュー見てみたら混ぜそばとかサーモン太巻き。なるほど、そういう感じか。看板あるけど、これタコス食べてる。でそのすぐ下には美味しい言うてる子供おんねんけど、俺もよう無意識のうちにやってまうおっとぎポーズやってるわ。もしかしてタボン。本家はこれやで。本家って何。ただよくコメントにも日本料理紹介してくださいとか言われんねんけど、俺ほんま韓国で日本料理食べへんから。だって今日も聞こえた。いや、ただそれだけ俺の口に韓国料理合ってるっていうことやからね。なんとガマちゃん、どこ見てんのかなと思ったら、俺が行く店の方向見てた。着いた。早くもっこし。一足先に門干しに歩けよ。なんか店頭もカフェみたいな雰囲気やな。ただこっちはノポみたいな雰囲気。服部団もあんのか。こういう裏路地好きやわなんて思いながら、ちょっとつまずきそうになったけど入店です。こちらのメニュー、サムゲタンだけでもいろんな種類がある。基本のもの、漢方、エゴマ、黒ゴマ。もう迷う。あとは鳥一匹ではなく半分のものも置いてある。すぐ下には今年の三木が書かれてる。日本でいう土用の丑の日みたいな日が韓国は3回ある。現代ではその日はサムゲタン食べる人が多いんちゃうかな。熱を熱で制す。まだ時期は早いけど、俺はもう今日一日中熱で侵されている。熱を制する者は夏をも制す。店内は綺麗なカフェのような雰囲気。向こうの方に一人で食べれるスペースもあるやん。じゃあそろそろ頼んでいこう。 주문해도 돼요? 예. 네, 한반 삼계탕 하나랑요. 네. 그리고 감자전 하나랑 진로 한 편 주세요. 진로 하나. 네. 네, 감사합니다. 네. 親切な店員さんやななんて思いながら、用意していただいた基本のおかずはキムチ、角的、ニンニクの芽の和え物、高麗人参のお酒。俺見たらサムゲタンって感じするよな。でも俺はまず来た。すぐ5分ぐらい前にもお会いしましたけれども、すぐさまぐる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 。この渦の中に暑さも溶け込んでしまうぜ、ローリング。汗もかいたからな。まずはこれで水分補給。なんかコップおしゃれやん。ガマちゃんおらんのちょっと残念やけど、店の雰囲気とぴったりってことで、まずは何より最初の一杯。花散りで一気に猛暑の門干し。ありがとうございます。もうこれあかんわ。もう俺は開放感に包まれてまうで。まずは焼酎を入れたお口に出してくれたキムチを一つかみ。とりあえずなんか入れとかなあかんやろ。口寂しいしな。そこまで使ったキムチではないので、シャキシャキとした食感が脳を伝う。次は気になってたこのニンニクの芽の和え物。俺結構好きやねん。
3つ掴んだのに一口だけパクリ。残った2つはお皿の上でキャッチ。空気の読めるお皿でよかった。結構これは辛めに味付けされてる。サムゲタンに合うようにされてんのかなと思ってたら、向こうの方から飛べない鳥がやってきた。ボンボシー。俺は漢方サムゲタン頼んだから黒っぽい色してんねんけど、匂い漂ってくるわ。ちょぼっお待ってられるか。いきます。4-3でドラゴンの攻撃を受けた鳥は真っ二つ。おお、中にはもち米。そうや、サムゲタンといえばこれよね。そんなドラゴンに果敢に立ち向かおうとするこの鶏肉たち。漢方の池の中からこんにちは。引き上げてすぐさま夫婦。灼熱の漢方地獄に染まった鶏肉。ちゃんと夫婦せな精をつける前にこちらが怪我をしてしまう。夏は目の前。一口。オーブンに落ちた鳥だって。いや、漢方に浸かる鳥がオーブンだけでなく暑さから守ってくれる。お肉の柔らかさはもう言うまでもないが、一口噛むたびに出てくる漢方の独特な香り。よくサムゲタン食べるときは塩につけて食べたりするけど、味付けもええ感じにされてるから、これは今日使わんでもええかもしらん。あかん。鶏肉とダブルで俺の失われた製品を補っていこう。100歳まで生きれるわ俺。ノンストップでこのスープ、この色よ。スプーンの表面積が狭すぎると思いながら一口。もともとこのお店リモデリングされる前は半番サムゲタンと店名に入っていた。それだけここの代表メニュー。漢方を入れてリセットされた俺はやっぱりこれ。アマちゃんフューチャリング、素敵なコップ。蓬莱人参酒、漢方スープ、水分補給の最後の要。そいつを一杯。すべての水分が体に伝わった時、向こうの方からやってきた丸い。満月の月明かりに照らされる。で、この色なんやね。これでも一番上に乗ってんのきな粉やんな。きな粉の下にはソースがある。なるほど。ソースは置いて確かめたろ。クラシック聴いてんのかと思ったね。この音よ。あかん、もう我慢できん。早速食べていく。裏側もこのカリカリさが伝わるビジュアル。まずはソースだけで食べていこう。カムジャジョン一切れが大きすぎて全然つけられへんねんけど、これでよし。一口。うわ、中はすりおろしたじゃがいも、外側は千切りにしたじゃがいも。明確なほどの食感の違い。そしてこの分厚いところ、この音もう最高やねんけど。俺カムジャジョン好きやねんけど、これはええわ。音でも満足、中から出てくるじゃがいもの濃厚さでも満足。こうなると鳥たちもざわつく。スプーンにいっぱい乗せてあげ、骨出てるわ。骨をぴょいっと。そして夫婦一気に口の中に入れてやる。やはりこの鶏肉の柔らかさ、さっきのカムジャジョンのカリカリさとのコントラストが素晴らしい。で、やっぱり飲みたくなるこのスープ。完全にここの漢方のスープの中で溺れてしまう。体にゆっくり染み渡る。一杯では終われない。続けて口に含む。鶏肉から出てくるエキスでモンボシン、いや何もしたくなくなるほど落ち着いてしまう。次はこの中に入ってたもち米や。お米となるとやっぱりこいつ。もち米が乗ったスプーンは左手に託し、右手は丁重にお箸を迎える。キムチを一切れつかみ、キムチも一緒にもんぼし。引き上げた途端口はもう迎える準備。パクリ。やはりこのキムチのシャキシャキ感でまた違う食感を与えてくれる。ここに来てすごい汗が出てきた。これやで、熱を熱で制す。俺の体から水分が少し出たからすぐさま水分補給。倒れたらあかんからな。早くも鉄壁を持ち上げるほど漢方スープが恋しくなる。
おまけの一口。ここでこのカムジャジョンは絶対に頼んだ方がいい。で、一つ気になってんのがこのきなこ。カムジャジョンをきなこで食べるのか。あんまりしたことないけど、カムジャジョンにたっぷりつけていく。とりあえずはこのきなこだけで食べていこう。カムジャジョンにきなこ、初挑戦かもしらん。最初はもちろんサクサクさが入ってくんねんけど、その後にじゃがいもの甘さではないかすかな甘み。うまいねんけどこれ。残りはソースに少しつけ、すぐさまきなこの方にバトンタッチ。ソースの水分できなこをしっかりキャッチしてくれる。よし、カムジャジョンがきなこに覆われた。外刈り中地はほのかな甘み。店員さんが必ずきなこつけて食べてくださいと言った理由が 100% 分かった気がする。そして続けてまたもち米。キムチの次はこいつやろ。再びスプーンは左手に託し、お箸を切らん。ニンニクの芽のあえもそいつも一緒にもんぼし。やっぱこいつも入れたらな。ニンニクええよね。一緒に一足先に夏を迎えようや。ヨンさんでドラゴンではなく鳥の山。コケコッコを一口。透明感のあるスープに使ったもち米にピリッとしたニンニクの辛さが入ってくる。急いで持ち上げガマちゃんとの再会。水分を入れてもすぐ出てくるこの新陳代謝。体が動く。動いた先には鳥の骨。実際ここのサムゲタンは肉がホロホロやから肉と骨の分離がしやすい。ほぼ肉が残ってなくても骨をパクリ。ここでも両手を使い眠る。サムゲタン食べながらこんな表情してるやつはあんまり見かけへんけど、お肉を含んでポイ角的本格的。大根の歯ごたえを入れていく。サムゲタンといったらもちろんこいつも欠かせない高麗人参。このね、根っこがビヨーンとしてるのもまたええよね。苦さの中に感じるホクホクさで、なんか食べたらえらい健康になったんちゃうかなと思うこの感じ好きやで。一度キムチのシャキシャキさで汗を拭き、スプーンは止まることを知らない。スプーンはトゥッペキの中で鶏のように駆け回る。日本では夏バテを防止するために土曜の丑の日にはうなぎを食べたりする。俺が小さい頃はうなぎとは別に熱々のうどんを食べて汗を流して、なんでこんな暑いのに汗かかなあかんねんなんていう風に思って食べてた。韓国でも夏の暑い日には冷麺やったりコングクスやったりが食べたくなるけど、一般的にはサムゲタンで精をつける。ボンナウの当日なんてすごい人並んでるから。でもこう定められた日に定められたものを食べるっていうのはなかなか楽でええよね。何食べようかなーって迷えへんし、定めがなくても飲むのがこいつ。吹き出る汗を抑える俺の中では制汗剤。ガマちゃんすぐ出てきてモデルは俺の顔から。それでも OK なのよじゃないねん。そんなガマちゃんの愛には気づかず、せっせと夏の準備をする男。お、なんか発見した。バッファローの角かと思ったね。まあバッファローの角見たことないねんけどな。軟骨の部分、その真っ白な軟骨を目をつぶって食べる男。今年の夏はこいつには来るだろうか。ぽい。そして高麗人参とともにサムゲタンといったらこいつ、ナツメ。以前韓国に来てサムゲタンに入ってるナツメは体に良くないものを吸収するから食べてはいけないとかいう話は聞いたことある。でもその後ニュースで食べても全く問題ないっていうのも聞いたことあるから、俺は食べる。サムゲタンの中に入った小さなルビー、ほんのりとした甘さで癒される。ぽい。トゥッペギの中も寂しくなってきた。それと反比例して俺はモンボシンをしているということになる。そして最後はトゥッペキを持ち上げ、残ったもち米をかき集め口に運んでいく。骨は捨ててね。最後は唇から直接ほのかに温かさが残るサムゲタンを一気に完食させていく。これで夏の準備は完璧や。骨は捨ててね。さて、そろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきたな。ガマちゃんも夏にはモンボシンせなあかんからな。だから最後の一滴まで。ぜひ皆さんも健やかに夏をお過ごしください。本日最後の一杯。目で追ってしまうところが俺の名残惜しさを物語る。てかこのグラスかわいいな。店来る前に見たフュージョンダイニングタイム。ソースを持ち上げ、わざと一切れ残しておいたカムジャジョンにソースをかけていく。染み込んでいくがな。もちろんきな粉も上から適度にかける。
もちろん麺はサムゲタンやけど、メイン級にこいつもうまい。カリッとした音とともに俺の体は宙に浮くぐらい軽くなった。三角地にあるサムゲタンのお店。社長これくれた。タルゴナキャンディーか。お口直しになりそう。後でゆっくり食べさせてもらいます。ホロホロとした柔らかい鶏肉と透明感のある漢方スープ。今日も大満足や。まん丸。そうそう、カムジャジョンも最高やった。てか縁仏教のマーク見て思い出した。申し訳ない。なんやここ。ガーガー発音できんで中国語。っていうか店の前にすごい数のウェイティングの人おんねんけど、俺メニューやけど漢字やから俺はなんとなく意味わかんねんけど、一言もハングルないって珍しいな。ガーガー中国語でお兄さんっていう意味やろ。やめてや、誰がおっぱいやねん。照れるやん。キュッ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 シャキーン。心のモンボシンが必要な俺は向こうの方にかすかに見えるソウルタワーに向かって歩きながら、今日の食物語はこれでおしまい。잘먹었습니다